紀元前2世紀、ユダ・マカバイが灯した独立の火はいかにして巨大なローマの影とヘロデという名のツタに飲み込まれていったのでしょうか。この動画ではフラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史に基づき、純粋な信仰の戦いがいつしか血塗られた権力闘争へと変貌していくハスモン朝の数奇な運命をたどります。この物語は大きく3つの幕で構成されています。第1幕は若木、ユダ・マカバイによる純粋な信仰と独立への渇望の時代です。第2幕は裂け目、拡大したハスモン王朝が権力闘争と内戦によって自らを引き裂いていく時代。そして第3幕はツタ。その裂け目にヘロデ大王という寄生植物が入り込み、ついには宿主を乗っ取ってしまう時代です。ハヌカの精神的勝利からローマ属州という政治的現実への変遷を見ていきましょう。物語は一人の英雄から始まります。ユダ・マカバイ。彼は暗闇に包まれたユダヤの信仰に再び火を灯した最初の一粒でした。彼にとっての戦いは単なる領土防衛ではありません。ユダヤ人としてのアイデンティティを守り抜くための聖戦でした。彼は地理的知識を駆使したゲリラ戦術でアポロニオスやゴルギアスといったセレウコス朝の将軍たちを次々と撃破し、圧倒的な数の劣勢を覆していったのです。そして訪れた歴史的瞬間、ハヌカ、宮清めの祭り。それは異教の支配によって汚された神殿を浄化し、再封建した出来事です。しかし、その真の意味は政治的な勝利以上に深いものでした。想像してください。長く暗い冬の間、窓を閉ざされ放置されていた冷たい家。その家を大掃除し、再び暖炉に火を灯して、家族の団らんを取り戻すような安堵感。ハヌカとは、民にとって、魂の拠り所が再建された、温かな希望の瞬間だったのです。しかし、独立維持の代償は重いものでした。マタティアの息子たち、マカバイ兄弟の運命を見てみましょう。ユダは戦場で散り、エレアザルも戦死しました。生き残ったヨナタンやシモンも、戦場ではなく、身内の裏切りや陰謀によって暗殺されました。指導者たちが次々と非業の死を遂げる中で、政治の闇が純粋だった信仰の運動に忍び寄り始めていたのです。時代は第2幕へ。ヨハネ・ヒルカノス一世の登場です。彼の時代、領土はサマリアやイドマヤへと大きく拡大しました。しかし、その内側ではイデオロギーの亀裂が深まっていました。彼はサマリアの神殿を破壊し、イドマヤ人、エドム人に対してユダヤ教への改宗を強制しました。皮肉なことに、この時に無理やり改宗させられたイドマヤ人の中から、後にハスモン朝を滅ぼすヘロデの祖先が出てくるのです。領土の拡大は破滅の種をまくことでもありました。ハスモン朝の変質は止まりません。アリストブロス一世はマカバイ家として初めて王を自称しました。続くアレクサンドロス・ヤンナイオスは、領土拡大の裏で、国内の反対派を残酷に弾圧しました。かつて、主への聖なるものであった大祭司の冠は、今や世俗的な権力を誇示する王冠へと変わり果てていました。信仰の守護者たちは、いつしか彼らが戦ったはずの、ギリシア風の専制君主そのものになっていたのです。そして、決定的な裂け目が生じます。ヤンナイオスの死後、息子たちによる骨肉の争いが勃発しました。穏健な兄、ヒルカノス2世と、野心的な弟、アリストブロス2世、ファリサイ派とサドカイ派を巻き込んだこの内戦は、王朝の体力を消耗させ、外部の巨人を呼び寄せる隙を作ってしまいました。紀元前63年、その時が来ました。争いに勝つため、両陣営ともローマの将軍ポンペイウスに支援を要請したのです。しかし、ポンペイウスが選んだのは、仲裁ではなく、征服でした。ローマ軍団がエルサレムに入城し、ユダヤはローマの属領となりました。ハスモン朝の完全な独立は、この時失われました。兄弟喧嘩がローマという虎を家の玄関に招き入れてしまったのです。ここから第3幕、ツタの時代です。ハスモン朝という弱った大木に、静かに、しかし確実に巻きついてきたのが、イドマヤ人のアンティパトロス一家でした。彼は、ハスモン家の内紛を巧みに利用し、ローマのカエサルやアントニウスとのパイプを構築しました。そして息子のヘロデをガリラヤ総督に送り込み、着々と軍事基盤を固めていったのです。寄生植物が宿主を飲み込む準備は整いました。紀元前40年、
歴史的な転換点が訪れます。ハスモン家のアンティゴノスがパルティアと組んで、一時的に権力を奪い返すと、ヘロデはローマへ亡命し、元老院でロビー活動を行いました。その結果、彼は血統ではなく、ローマの決議によって、ユダヤ人の王に任命されたのです。正当性の逆転です。ハスモン朝の王権が民と地に由来していたのに対し、ヘロデの王権はローマの勅令に由来するものでした。ヘロデはローマ軍団を率いて帰還しました。その作戦は力ずくで家を買い取るようなものでした。圧倒的なローマの軍事力による略奪と殺戮は凄まじく、ヘロデ自身がこれでは王になっても治める民がいなくなると、自国の破壊を止めるためにローマ兵に賄賂を送らねばならないほどでした。こうして異国の剣によってダビデの都は制圧されました。王となったヘロデは仕上げにかかります。まず、ハスモン家の正当性を手に入れるため、王女マリアムネと結婚しました。そして、ライバルであるアンティゴノスを処刑し、旧王朝復活の芽を完全に摘み取りました。寄生したツタ、ヘロデが、宿主である若木、ハスモン朝を完全に覆い隠し、枯れ果てさせた瞬間です。エウセビオスは、教会誌でこう記しています。ヘロデはユダヤ人の系統ではない、最初の外国人の王である。これをもって、ユダヤ人による自治統治の系譜は途絶えました。しかし、この絶望的な喪失こそが、歴史を次のステージへと接続させます。ダビデの座に異邦人が座るという異常事態が、人々の間に強烈な真のメシア待望論を巻き起こし、新約聖書の時代への扉を開いたのです。ハスモン朝という政治的構造物は、自らの内紛とヘロデというツタによって崩壊しました。しかし、すべてが無駄だったわけではありません。ユダマカバイがあの暗い冬の日に灯した信仰の再封建、ハヌカの精神だけは、王朝の滅亡を超えて生き残りました。権力は移ろいやすく、石の神殿は崩れます。しかし、暗闇の中で灯された最初の信仰の火は、消えることなく、今も最も長く燃え続けているのです。